はい、皆さんお元気ですかということでね、今回はですね、僕がリターンした、バイクをね、20年ぶりにリターンしたきっかけっていうのをですね、お話ししていきたいと思うんですけども、最近はコロナの影響もあってですね、バイクに乗る方がすごく増えたということで、接触しなくていいってね、一人で楽しめる趣味ということで、バイクがね、大人気ということで、そんな中私もね、1年半ぐらい前ですかね、コロナ禍でリターンしたうちの一人なんですけどもね、そんな中でね、リターンしたいけども、なかなか一歩が出ないという、昔乗ってて、もう一回バイク乗ってみたいなと思うけども、なかなか乗るきっかけがないなっていう方ですね。そういう方に向けてですね、一応私のね、リターンしたきっかけっていうのをお話ししてみようかなということで、今回この動画を撮ってみました。で、この私がですね、リターンしたきっかけにはですね、この今映ってますけども、今日ね、一緒にツーリングに行こうとしています。このレブルさんがね、レブルさんが非常に深く関わってるんですよね。なのでね、今回はね、せっかくなんで、以前にね、レブルさんと若狭へ行った時の動画がありますので、その動画を見ながらですね、お話を聞いていただけたら嬉しいなと思います。それでは早速ね、お話ししていこうと思うんですけども、20年前に乗ってて、それでリターンしたということでね、20年前の話とかね、ちょっとだけお話ししておきますと、20年前言ったらまだ35歳ぐらいだったんですよね。ちょうど2003年ですかね。で、この頃っていうのはですね、まだそんなね、若い人がね、ハーレーを乗るとかいう時代ではなかったんですよね。もちろんね、乗ってる方もおられましたけどね、若くて乗ってる方ももちろんおられるんですけども、僕の周りでもね、僕がちょうど35歳ぐらいでしたけども、周りでもね、40代、50代、60代、70代の方もおられましたけども、30代なんかまずいなかったですよね。それでね、結構若い方の、ハーレー乗りということでね、周りの方には可愛がっていただいたんですけども、その時代ですから、ローンもね、今みたいに150回とか180回じゃなくてですね、今なんかね、もう180回ローって言ったらもう月2万円とか1万円でも十分買えますからね、若い人たちもね、ハーレー乗りやすくなったなって思ってるんですけども、その頃はそんなんないですから、毎月高いローンを払ってですね、ガソリン代を払ってですね、そんなお金持ちでもないのにですね、かっこいいハーレーが乗りたいがために、ない金をはたいてガソリン代を払ってたというね、そういう風な状況だったんで、結局のところ、維持できず、1年ぐらいですかね、1年ぐらいで残念ながら、売ってしまったというね、苦い思い出があるんですよね。でね、その後もね、ハーレー売っちゃったなーって、残念だなっていう気持ちはすごいあったんですけどね。でもね、まだ30代ですから、周りの人も50代、60代の人がほとんどだったからね、ハーレーなんかまだ早いんやって言ってね、ハーレーなんかは50代、60代になってから乗るもんなんや、みたいな感じでね、自分に言い聞かせたりなんかしてね、そういう風な感じでね、先でまた乗ろうという感じでね、漠然とですけども、思いながら過ごしてきたわけですね。その中でもね、途中でやっぱバイクは好きなので、ビッグスクーターとかね、そういうのは乗ってたんですよ。それなりに、通勤とかですけどね、バイクをちょこっとは乗ってましたけど、大型バイクとかね、このミッションのバイクっていうのは全く乗ってなかったですね。20年間。そんな中ですよ、この前走ってるレブルさん。このレブルさんがですね、ちょうど2年前ぐらいですかね。この2年前ぐらいに、すいません、ちょっとこのレブルさんの話をちょっとね、しときますと、レブルさんとはですね、バイク仲間ではなくてですね、全く関係なくて、僕が筋トレを趣味でやってるっていうことでね、そのトレーニー仲間、ジム仲間というかお友達、ジムつながりのお友達ということで、一緒に筋トレしたりね、一緒に飯食いに行ったりっていう、そういう風なお友達だったんですよね。そのレブルさんがね、何を思ったのかですね、ちょうど今から2年前ぐらいですよ。2年前ぐらいに何を思ったのか、僕バイク買うねん言うんですよ。で、何買うのってレブル買うねん言うわけですよね。ほんでそうなんや、みたいな感じでね、嬉しそうに言うてるから、いいなという感じで、僕は全然乗る気がその時は全くなかったんで、そうなんですね、みたいな感じで言うてたらですね、誘ってくるわけですよ。553も一緒に走りに行きましょうよっていうわけですよね。はい。そやけど僕バイクないから無理ですよと。いいです、いいです、言ってたんですよ。ほら、なんかね、必死で誘ってくれる友達おらんのかなぐらい、僕を誘ってくるんで、
いやー、でもバイクないしねっていうことで、断ってたんですけども、自分が一緒に走りたいもんやからね、一生懸命誘ってくるんですよ。なので、もうしょうがないなと思って、ほなどうしましょう。僕バイクないけど、ほらレンタルバイクっていうのが世の中にはあるぞということを知ったんで、レンタルバイクで走りに行きましょうかっていうことになったんですよね。で、まあ、それはそれでいいんですけども、いきなりね、まあ、250にしろ400にしろ、20年間ミッションすら乗ったことないおじさんがですね、この55歳ぐらいの年で、いきなり乗るのもやっぱ怖いじゃないですか。で、どうしようかなと思ってね、そこで考えたんですけども、結局、レンタルバイクで一緒にツーリング行く前に、一人でバイク借りて、まあ、その時まだレブルさんもね、バイク来てないんでね、納車したら一緒に行きましょうっていう話だったんですよ。そうそう。なので、ラビルさんがバイクまだ来てないので、僕だけレンタルバイク借りて一人で走りに行くのもなんか変な話やし、バイクをね、お金出して借りて、いきなりなんかこけたりするのも嫌やな、みたいな感じもあったんで、一人で走るのもちょっと不安やったんでね、そこで思いついたのがですね、ハーレーの市場ですね。ハーレーの市場に行ったら、ハーレーにも乗れるし、店の人も一応いろいろ教えてくれたり、助けてくれたり、一緒に走ってくれたりしますよね。なので一応安心かなということで、まあハーレー買う前提はありますよ。もしかしたら買うかもしれない。に対したらまた欲しくなるかもしれないんでね、やっぱりハーレー乗りたいっていうのもあったんで、大阪のディーラーに行きまして、ハーレー試乗させてくださいということで、乗ったんですよ。20年ぶりですよ。20年ぶりにいきなりハーレー乗ったんですよ。ちょっと怖かったですけどね。でもまあ走り出したらね、やっぱり体は覚えてるんですよね。すごい気持ちよくて、まあ普通に走れましたね。まあゆっくりですけど。普通に、2、30分乗らせてもらって、ありがとうございましたということでね、また機会があったら買わしてもらいますという感じで帰っていって、あ、一段落、これ一応乗れたなと。一応安心ということで、ここから、まあまあちょっともう、ここでも火ついてますよね。バイク乗れた。それもハーレーに20年ぶりに乗ったぞ、みたいな。いや、これまたやっぱ気持ち、20分、30分やけど気持ちよかったな、いうことで、もうそこで火はついてます。はい。ここでちっちゃな火がつきましたね。はい。ちっちゃな火がついたんですけど、まさか買うなんて思ってなかったんですよ、この時は。で、その後ですね、レブルさんにもバイクが納車されまして、さあ、いよいよツーリング行きましょうか、となりましたんでね。僕もまあまあ、レンタルバイクで楽しんときゃいいかな。そんなにしょっちゅう乗るわけでもないし、レブルさんが誘ってきた時に付き合い程度で、レンタルバイクを借りて走ればいいかなっていう感じで思ってたわけですよ。でも最初はね、レブルさんがレブルやったんで、僕もレブルを借りてレブル2台で走ったり、今度はね、ちょっと調子乗って大型バイクを借りてみたりね、大型のアドベンチャーとか流行ってましたから、アドベンチャーに乗ってみたり、そういう感じで楽しんでたんですけども、結局やっぱり僕の中ではハーレーっていうのがあるんで、ハーレーに乗りたくなったんですよね。で、ハーレーもレンタルがあるぞということで、今度はハーレーの正規ディーラー、近くで借りれたのが神戸のハーレーだったんですよね。なので神戸のハーレーのディーラーまで行って、最初に借りたのがファットボーイ。はい。その次に借りたのがストリートグライド。はい。ツーリングモデル乗っちゃいましたね。そんなこんなでね、レブルさんとツーリングに行ってたんですけどね。で、そうなってくるとですね、今度ですね、レンタルで、まあ、月1回ぐらいは、ツーリングに行ってたわけですよ。はい。じゃあね、今度ね、このレンタル代がハーレー乗り出すと、ハーレー以外やっぱりね、物足らないっていうか、もともとハーレー好きなんで、ハーレー乗っちゃうと1日3万円ぐらいかかるわけですよね。はい。3万円ぐらい毎月これレンタルバイクで、レンタルハーレーで3万円かかると。そこでですよ、この前走ってるレブルさんですよ。553買いましょう。553買いましょう。ハーレー買いましょう。煽るわけですよ。この日々がね、結構長く続いたんですよね。僕も確かにね、3万円も毎月払うんやったら、買えるやと。ハーレー買えるぜというふうに思っちゃったわけですよね。そこに輪をかけてこのレブルさんが、ハーレー買いましょう。買いましょう、買いましょう。言うてね、自分レベル乗ってるくせにね、僕にハーレーを勧めるわけですよね。
そんなん言うんやったら、あんたもハーレー乗りーなと、レブルさんもハーレー乗りーなというふうにね、お互いになんか言い合いっこになってきて。でね、ほんならね、最終的にね、レブルさんがなんて言ったと思いますか？ 55 さんが勝ったら僕もハーレー買うわ。言うたんですよ。はい。ほんまやなと、ほんまに買うんやなと、55 さんが勝ったら僕も買うって言うたんですよ。そこまで言うんやったら、よっしゃ、ほんなら買いましょう。っていうことになって、そっからですよ。僕もね、そんなお金持ちでもないし、子供もまだちっちゃいし、自分のね、一人の意見だけでは買えないっていうのがありますから、はい。ここで奥さんに相談ですよね。奥さんに相談して、家族会議を開いたわけですよね。そして出た結論が、中古ならいいんじゃないっていうね。新車はちょっと贅沢なんで、中古ならいいんじゃないっていうことで、ここで中古を探し出すことになりました。っていうね。これがきっかけでございます。このレブルさんの一言です。はい。レブルさんが、55さんも買ったら僕も買う。この一言ですよね。この一言で僕に本当に火がつきましたね。リターンすることになりました。ということで、あれから1年半ですね。はい。リターンしてから1年半が経ちました。ということで、このツーリングが今年の2023年5月ということでございます。リターンしたのが1年半前の話でございます。よーく見てくださいね、これ。前走ってるのはまだレブルです。ハーレーではございません。まだレブルが走ってますね。おかしいですね。僕がハーレー買ったらレブルさんも買うって言ったはずがね。1年半経ったのにまだレブルを乗ってますね、この人ね。おかしいですね。55さんがハーレー買ったら僕も買う。ね、言うてたはずが、今年の5月もまだこれレブル乗ってるんですよね。でも結局このレブルさんのおかげで再びハーレーに乗ることができましたんでね。最終的には、いつかまた乗れたらいいなって思ってたぼやんとした妄想をね、現実にしてくれたのはこのレブルさんなんですよね。だから僕はね、このレブルさんにすっごい感謝してます。このレブルさんの一言がなかったら、リターンしてないんでね。はい。そこまでの、一歩は出てなかったと思いますから、このレブルさんには本当に感謝してます。でね、それからもう楽しい日々が毎日続いてますからね。なのでね、最初に話戻りますけども、リターンをしようかどうかね、迷われている方はね、この動画見ていかがだったでしょうかね。きっかけがあればね、みんな多分、リターンすると思うんですよね。生活環境だったり、金銭面だったり、あと健康状態だったり、いろいろ事情はあると思いますけど、その辺にね、ある程度の余裕があったり、問題がない方はね、やっぱりね、あと一歩が出ないっていうのは、そのきっかけがないだけなんですよね。なのでね、せっかくの人生、一度きりの人生ですからね、もし乗れるのであれば、リターンできるのであれば、した方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。本当にね、リターンしてからね、人生が変わりましたからね。今まで行ったことないところね、バイク乗ってなかったら行かないだろうっていうところにね、行って素晴らしい景色を見たり、そしてね、バイク乗ってなかったら出会わなかっただろうっていう方々ね、いろんな方にね、巡り会えたり、本当にいいことばっかりなんでね。なのでね、リターンしようと思っている方はね、ぜひリターンしていただいて、素敵なバイクライフ、そして素敵な人生を送っていただけたらなというふうに思います。で、実はですね、このレブルさんなんですけども、なんと、今年の7月に、ハーレーを買いましたということで、ようやく1年半越し、約2年か。2年越しに約束を果たしたということで、これでね、お互いスッキリしましたよということで、これから2人でね、ハーレーライフを楽しんでいきたいと思います。ということで、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと長い動画になってしまいましたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。
ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。